皆さんごきげんよう。前回クイズを出しましたね。お坊様がしてもいいことしてはいけないことについて判断しましょうというそういうクイズを出しましたんですが、その中で実はちょっとこの補足をしておかなくちゃいけないという部分がありましたので、一応前回で終わると言ったんですけれども、もう一回だけ、お坊さんの生活についての説明を付け加えたいと思います。問題はこの3番なんですね。お坊様がパーティーに招待されたら行ってもいいのか悪いのか、これに対してそのパーティーに行って、娯楽ですね、つまり、遊びに参加するという形で、そこに呼ばれていくということはこれは禁じられますと。お坊様は、出家者としての立場で生きているのであって、俗人と同じ楽しみを同じように、味わいたいという願いを持ってはいけないわけですから、そういう意味ではこのパーティーに呼ばれた時には行ってはいけないんですが、ただですね、これ誤解されると困るのですが、呼ぶ方がですね、信者さんの方が一緒に遊びましょうって言って呼ぶんじゃなくて、お坊様どうぞ我々のこの集まりに来てくださいませと。そして、仏教修行者としてのいろんなお話も聞かせていただきたいとか、あるいは修行者としての立派な姿を、そこに表していただきたいと。我々はそのお姿をまた拝んで、その功徳をいただきたいという、つまり僧侶として呼ぶという状態であるならば、これは許されるんです。そこのところがもうくれぐれも誤解のないようにしていただきたいと思うんですね。でちょっと次に行きますが、こうですね、信者との付き合い方、信者さん方と、僧侶がどのように付き合うべきかということが、古代インドでどのように制定されているかということなんですが、もう言うまでもなく、一緒に遊びましょうはこれはダメなんですね。出家した意味がありませんから。しかしながら、そういう遊びを目的としたお付き合いではなくて、あくまで出家者としてそこへ、顔を出し、そこに出かけていき、周りの人たちもそのお坊様を出家者として迎えるという形で、信者さんのさまざまなイベントですね、そういうものに行くということは、これはもうちっとも構わないことなんです。ここのところは誤解しないでくださいね。ですからここに書いておきましたけれども、信者の娯楽に無自覚に、無自覚っていうのはもう一緒になって遊んでしまうということです。だからみんながお酒飲んでわーっと騒いでね、歌を歌ってっていう、そこに一緒になって肩組んで、何のその僧侶としての立場もなしに一緒に遊んで、はいさよならって帰ってきましたと。これではお坊様であることの意味がないということなんですね。しかしながら、信者さんがお坊様来てくださいませ、お坊様としてここで、座っていてくださいませというような形で、あるいはお話の一つも聞かせてくださいというように、そこに行くことによって、仏教への思いを深めるということが可能な、そういう場所ならば、これは大いに進められるわけです。でこれも原理原則ですね。一般の人たちがお坊様をどう見るか、お坊さんに対してどのような、その視点を投げかけるか、視線を投げかけるかという、そこを考えなければならないんです。ですから、出家者として後ろ指をさされるようなことですね、醜態を晒すとかね、そういうありますわね、時々ありますって言ったら怒られちゃうけども、あるような気がしますけれどもそういうことをすると、なんやお坊さんのくせにとね、普段は立派なお釈迦様の教えが仏さんがと言ってるのに、あの姿は我々よりももっと俗じゃないかというような風に思われる場に行ってはならんということです。行くならば僧侶として行かねばならんということなんですね。それはその人自身、一個人の問題だけではなくて、仏教界、仏教という一つの組織集団の評判に関わってくるからなんですね。そういう意味で、パーティーの先ほどのその前回のね、
そのクイズに対する答えはもうちょっと正確に言わなくちゃいけませんね。パーティーに行ってはいけないのではなくって、パーティーの遊びのメンバーとして行ってはいけないのであって、そこに行くことによって人々の仏教への思いが深まるのであるならば、そのような姿勢、態度、振る舞いで行けということになるわけなんですね。ちょっと実例を今日はお話ししたいと思うんですけれども、ここに3つほど書いておきました。これね、普通あんまり日本だと考えられないことなんですが、東南アジアとかスリランカなどではごく普通のお坊さんの行動活動です。お坊さんがどういうところへ行くかということなんですがね、結婚式、これ別にそのお坊さんが自分の親戚の結婚式に行くというんじゃなくって、結婚式にそのお坊さんたちを招待するんですね。よろしいですか。私の非常に近しい、人の息子さんが、この間タイで結婚式をしたんですね。まあ日本人同士なんですけども、タイで伝統的な仏式で結婚式をしたいという願いがありまして、みんな行ったですね、タイへね。その近しい人の息子っていうのは私の息子なんですけどもすいませんちょっと嘘ついてしまいました。私の息子がタイで結婚式したいっていうから、我々親族一同もみんなタイ行きましたですよ。そうしますとね、伝統的なタイのやり方でやるんだということで、朝早くに何があるかというと、お坊様が来るんですね。9人も来るんです。タイでは9というのが大変めでたい数らしいんで、何をするにしても9という数にちなんでやるらしいんで、お坊さん9人バスに乗って、結婚式場へ朝早くにやってくるんですね。7時9分に来ましたけれども、そして何するかというと、お坊様たちはまずその特別にしつらえられたお坊さんの座席にお座りになりまして、横一列にねずっと並ぶわけです。そして私の息子とそのお嫁さんですね、新婚の夫婦がご飯をね、まず最初にそのお坊様たち一人一人の鉢の中へずっと入れていくんですね。だからお坊様たちの仕事は何しに来たかというと、これご飯を食べに来るんです。前回言いましたでしょ、お呼ばれですよ。お坊様を我々信者側が、招待をして呼んで、そしてそこでご飯を召し上がっていただくわけです。でそれによって我々は何をするのかというと、その立派な暮らしをしている、清廉できれいな暮らしをしているお坊様という人たちにご飯を差し上げる、その功徳です。それが見返りがいずれまた我々に幸せとして戻ってくるであろうという、そういう信仰ですね。そういうものがあるので、お坊様に来ていただく一番の理由は、ご飯を召し上がっていただくために呼ぶわけですね。こうしてお坊様たち9人ご飯召し上がるですね。一言も喋りませんよ。なんていうか、世間付き合いのために来てるわけじゃないので、一言も喋らずにご飯を召し上がって、その後我々に対して、タイ語だからよく分からなかったけども、幸せになりなさいみたいな、そんなチャンティングをですね、唱えて、これで帰っちゃうんですよ、バスに乗ってね。そしてその後から結婚式が始まるんです。だからお坊様自身はその結婚式でみんなが楽しくわーっとこう盛り上がっているその場には居合わせないんですね。そのために来るわけじゃないから。お坊様は我々が功徳を積んで、つまり立派な方にちゃんとしたもてなしをすることによって、我々自身にその利益が来る、家宝が戻ってくるという考え方で、お坊さんは自分自身が幸せな家宝をいただくための触媒としてやってきてくれるわけです。お坊さんは幸せの触媒なんですよ。だからそういう意味で、このような形でお坊さんを招待するということは、これはパーティーと言ってもいいけれども、その遊びに来るわけじゃないんですね。私たちのために来てくださるという、そういう迎え方をしているわけです。ですからこの考え方を延長しますと、
お坊様というお坊様がね、仏教のお坊さんがそこにおられるということは、おられるということだけで我々はそのお坊さんを拝んだり何かを供養したりすることによって自分自身に果報を受けることができるというわけで、そこに触媒がいてくれるわけだから、これ大変ありがたいことなんです。ということはどのような場面においてもお坊さんがそこにいるということを大変ありがたく思う文化なんですね。本来的に仏教ってのはそういう文化なんです。そういうなんていうか社会構造を作ってるわけです。ですからお坊さんがいる場所が不吉だとか、お坊さんがいるとなんか嫌だとか、そういう場所はないということになるんですね。これ日本と全然違いますね。だからこれ新築祝いっていうのもあるでしょ。家建てると最初にお坊さんに来てもらうんですね。そして家の前に布を引きまして、お坊さんにその布を踏んで、そしてその家に最初に入ってもらうんです。初めに家の中に入ってもらうわけですね。それによってその家に福が来て、それから先この家に住む人たちに災いのない安楽な生活が来るという、ここはもう世俗的な一般社会での価値観なんですが、その一般社会の価値観をこう人々に安心させるための触媒として、その一般社会の価値観から抜け出した清廉な崇高なっていうかな、非常にきれいな生活をしているお坊様に来てもらうという、そういう仕組みになってるわけなんですね。ですからね、あれですよ、病気の人のところへお坊さんに来てもらうんですよ。それはそうですよね。そのお坊様来てくださって、そのお坊様に供養するということで病気が治るんだったら、これはもう素晴らしいことです。だからもう、喜んで人々は、病床の枕元にお坊様に来ていただくわけなんですね。これはもう日本と全然違いますね。そういう意味で日本はね、やはりお坊様が葬儀、お葬式というものに深く関わってきたために、お葬式の代表みたいなね、お坊様イコールお葬式の主催者というような位置づけになってしまったために、お葬式以外の場所での幸せの触媒という、そういう意味合いがもうなくなってしまったんですね。これは大変残念だし、今のお坊様たちにとってもある意味お気の毒なことだと思います。で、今そういう文化をなんとかそういう通念を改定してですかね、変えて、僧侶というものは決して葬儀の、主催者なのではなくって、さまざまな場所で人々に良いお話をしたり良い姿勢を見せるということで、心の安心を与える存在になりたいと願うお坊さんたちがだいぶ増えてきているようです。一般の人たちもそういう気持ちを受け入れるような形で進んでいけば、もっと広く仏教というものの意味がね、浸透するんじゃないかと思います。ですから当然お坊様は、病人のところへも行くし、結婚式も行くし、めでたかろうがめでたくなかろうが、とにかく人々に、その安楽と幸せをもたらす、世俗の意味でね、世俗的な幸せですけども、その幸せを運ぶ幸せの使者、ちょっとかっこよすぎるね幸せの触媒として、世間で活動しているんだと。これはお釈迦様時代の仏教がそのまま存続すればそういう形になるはずのものなんですね。そういう意味ではまたこれから仏教がどのような役割を現代社会で果たしていくかという現代的な問題を考える時にも、この構造というのはとても大事な一つの基盤になると思っております。これがちょっと今日は付録ということでお話をいたしました。じゃあこれで終わります。またお会いしましょう。ごきげんよう。